はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。バターって何でできてるか、もちろん皆さん知っていますよね。牛乳でできています。いろいろな料理にちょい足しするだけで風味がプラスされてとても美味しくなります。お肉との相性も抜群です。今回はそんなバターを使って熟成肉を作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこの牛のリブロースを使って熟成肉を作ります。ちなみに発酵、腐敗、熟成の違いってわかりますか？発酵とは微生物の働きによって人間に有益な物質を作り出すことを言います。腐敗とは微生物の働きによって人間に有害な物質を作ることです。熟成とは物質を適当な温度、条件の下でゆっくりと化学変化を起こさせることです。実は発酵と腐敗は人の感じ方次第です。肉の熟成の場合、肉がもともと持っている酵素によってタンパク質が分解されてアミノ酸になることで旨味が増します。最近では発酵と熟成を行う発酵熟成肉などもあります。このお肉に今回はバターを塗って熟成させます。バターとは牛乳から分離したクリームを練って固めた食品です。牛からできているバターが牛肉に合わないわけないですよね。バターを塗ることでより旨味が増して美味しくなる気がします。このままでは肉の周りに塗れないので一度湯煎してバターを溶かします。溶かすことでかなりサラサラになりました。少し粘度を出すためにボウルごと氷水につけてバターを固めていきます。程よい硬さになったらお肉にバターをコーティングします。このままボウルに入れたままでもいいのですが分かりづらいのでバットに移して全体をバターでコーティングします。全体にバターを塗るとこんな感じです。どんな風になるのか楽しみですね。以前同じ乳製品のブルーチーズでやった時は結構色も変わって酸味も出ていたので少しだけ心配な部分もあります。最近やったぬかとか昆布もカビが生えてましたからね。それではまた1ヶ月後取り出しましょう。開けてみます。パッと見た感じはカビとか色の変化はなさそうです。冷蔵庫から取り出して確認してみましょう。全体は冷蔵庫で冷やされたので固まっています。特にカビなどの変化はありません。一部から肉のドリップが漏れています。当たり前ですが冷蔵庫で冷やしちゃうのでバターはカチカチです。バットから取り出してみましょう。裏側はバターの薄い部分があったみたいでドリップが漏れています。それではカットしてみましょう。あれ？今までで一番綺麗な見た目をしていますね。びっくりしたんですけど肉の周りの部分が全く変色していません。今までの熟成したお肉って必ず周りが変色していましたよね。今回は綺麗な色を保っています。周りに塗る材料によってここまで違いがあるのも面白いです。せっかくなので今回はトリミングせずにこのままの状態で焼いてみます。何もしていない同じ産地同じブランドのお肉も用意しました。それでは焼いてみましょう。ドリップが少し出たからか見た目はバター熟成の方が少し白っぽい色をしています。焼いているこの段階でバターのいい香りがします。焼き上がったのでカットして食べ比べてみましょう。焼けた見た目はバター熟成の方が少し締まった感じがあります。ぬか熟成とか昆布熟成のようなハムみたいなしっとりとした質感ではないです。いただきます。まずは何もしていないお肉から食べてみます。何度も食べている食べ慣れた味です。脂身の少ないリブロースなのでさっぱりとしていてこのまま食べても十分美味しいです。次はバター熟成肉を食べてみます。口に入れた瞬間のほのかなバターの香りを感じます。今まで色が変わって周りの部分をトリミングしてましたがそのまま食べても臭みなどはありません。このまま食べるとバターの風味を感じますが料理に入れたりソースをかけるとそこまでバターっぽさは感じないかもしれません。硬さはほとんど変わらないです。バター熟成の方がちょっと柔らかいような気もします。ウェットエイジングのように真空して冷蔵で保存していても周りの部分は変色します。バターだと変色しないのは不思議ですね。もし詳しい方いたらぜひコメントお待ちしています。いろいろなお肉を1ヶ月間熟成させましたが色の変化、食感の変化、味の変化などそれぞれの違いが出るのも面白い結果ですよね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。バター熟成肉いかがでしたか？いろいろな方法を試したから違いが見えてきたのも勉強になりますね。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるのでもし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。